ご神君。一つ。祈りて見影のあるもなきも我が心なり。この見教えを神様の側から言えば、おかげを授けるも授けぬも神の心次第ということになる。そこで私どもとしては、神様の心を悟り、神様のお心に沿い祀ることに専念するより他にないのである。授けたいと願われる神様、授けていただきたいと願う私ども、その両者が相対したのである。おかげにならぬはずがない。もしもおかげにならぬなら、両者の中に何か障害があるのです。それを取り除くことです。神様と私どもの間にその合致点というのでしょうか。その思いが一つになれば、なるほどおかげがいただけれるということになりますね。私どもの思いと神様の思いとが食い違う。そこになかなか思うようなおかげがいただけないということになるのでもないでしょうかね。その食い違いはどこにあるのか。それは神様はその私どもの心が育つことを願っておられる。ところが私どもはただそのおかげだけが欲しいというところに食い違いがあるのではないでしょうか。例えばチョコレートだといたしましょうか。何でもいいですけれども、例えば私どもはただチョコレートをください、チョコレートをくださいと言っている、願っている。でも神様の方はなるほどチョコレートをくださろうとしておるけれども、ただチョコレートをやるだけではない。そこにその人の心が育つ。その心が育ったところのご褒美のような形でチョコレートを授けようとしてくださるというところではないでしょうかね。私どものありようがただチョコレートを願うというのではなく、自らのその事柄によって心が育つことを願い、そのようにさせていただくならば、そこには神様がそれこそおのずからチョコレートを授けてくださるようなお働きにもなるのではないでしょうかね。今朝方、私にも確かにこういうものが、嫌なものがあるなというお夢をいただきました。それはそのお夢の中で私が自暴自棄になっているのですね。やけくそというのでしょうか。やけのやんぱちといったような感じでしたね。で、何でもかんでも捨ててしまうというような。それで目が覚めて、こんなことでは人が助かるということにはならないな。私の心の中に確かにそういうやけくそになるような、やけのやんぱちになるような、自暴自棄になってしまうようなところが確かにあるなと反省させられたわけですけれども、ここで思わせられましたことは、ただ自分が自分のおかげをいただけばよいということではないのですね。私どもがやけくそになったり自暴自棄になる、それは大抵は自分の思い通りにならないことがある。それをうまくいただけない。自分の思い通りにならない成り行きをありがたくいただけない。そこにやけくそになったり、やけっぱちになったりするのでしょうね。しかし、これでは人が助からないな。こんな心があったのでは、こういう行情をするようなことでは
人が助かるということからは程遠くなるなという感じでした。それと昨日は買い物に行かせていただき、いわゆるスーパーですかの駐車場に車を止めさせていただき、私は家内が買い物を、そのお供え物とかいろいろですけれども、それを済ませて帰ってくるのを待っておりましたら、その後ろでしばらく時間が経ちまして、後ろでゴトンとちょっとショックがありました。それで家内がてっきり買い物を済んで帰ってきて、後ろのハッチバックのドアですか、それを上に上げたのだろうか、そのショックだろうかと思い振り向きましたけれども、家内の姿はありませんでした。で、そこに車がありました。それで、あの車がぶつかったんだ。私の車にぶつかってきたんだ。というふうに思いました。さあ、どうしようかというわけですけれども。やっぱり、そしたらしばらくもうほんのちょっとの時間ですけれども、その車が私の左横に駐車しようとしていたのですね。それをやめてまた別のところにぐるっと回って、もっといわば空いているところに止めに行かれました。私の左に1台分空いていたのです。そしてその隣に車がありましたから、その隙間に、車と車の間に止めようとされたのですね。ところが、私の車に後ろの左側にぶつけてしまわれたのですね。それでそのまま何も言わずに少し遠くの方に止められました。そう向こうに行かれた時に、私が車から降りて見てみましたら、やっぱりぶつかっていました。傷がありました。で、その向こうに止めて、もう朝の一番早い時間帯で、いわゆる老人用の時間帯ですから、やっぱり老婦人が出て見えられました。それでどうされるだろうかと思っておりましたら、そのまま何も言わずに、もちろんぶつけた後車から降りるでもなく、何もせずに向こうの方にまた止め直して、そしてそのスーパーの中にスーッと入っていかれました。車から降りて見てみましたら、私の車にもやはりその赤い色の車でしたけれども、赤い色の擦り傷がついており、私の車は白い車ですけれども、そのあちらの方のあそこが右前ですかのぶつかられたあたりが白くなっておりました。ペンキの跡がついておりました。明らかにこれはその駐車をしようとして私の左側の後ろにぶつけられたものでしたね。さあ、これをどういただこうかというわけですね。もちろん何も言わないのはそのままですけれども、いつも通りですけれども、それこそあなたがぶつけたんだ、あなたが弁償しなさい、交換しなさいといったようなことはありませんよね。当然信心の稽古をさせていただいておりますと、ぶつけられたらそれこそそこに止めておった私の方が悪いのだということになりますね。師匠ではありませんが、電信柱が高いのも郵便ポストが赤いのもみんな私が悪いのですという生き方になりますね。また
私がそこでうとうとしていた。家内が帰ってくるのを待ちながら車の中でうとうとしていたわけですけれども、それが悪いのだと言われれば、その当時ですよね。ですから相手の方にどうこういう気持ちはさらさらありませんけれども、今までであればそれで済んだのですね。いわばぶつけられた、仕方がないか、黙って収めるかというところですね。ところが昨日は少し心持ちが違っておりました。違う心が湧いてきました。よし、これを人が助かるための修行とさせていただこう。いわばこのことによって我が心を育てさせていただこう。その私の育った我が心で人が助かることになるに違いない。と、昨日の朝のお話の内容の続きですね。私が我が心になることによって私がおかげをいただくというのではない。もちろんそういうこともありましょうけれども、私が我が心になることによって人様がおかげをいただかれる、人が助かることになるのだといういただき方ですね。なるほど、このぶつけられたことをこれで人が助かるのだ、これが修行となってこのことで人が助かることになるのだ、そのための修行なのだといただけば、これはまたありがたいことだなと思えてきましたね。ただぶつけられたことを仕方がないか、これも成り行きだからいただこうと自分自身のためだけであったらそこ止まりであったかもしれませんけれども、さあこのことによって人が助かるのだ、これで私がこのことをそれこそ和らぎ喜ぶ我が心でいただくことができたならば、それが人が助かることにつながるのだといういただき方ですね。自分の思い通りにならないときに自暴自棄になる、やけくそになる。そうではなく、その自分の思い通りにならないことを、このことによって人が助かることになるのだ、これをそれこそ人が助かるための修行として、それこそこのことをありがたく我が心でいただくことができたならば、それが人が助かることにつながるのだと、いわばその自分の思い通りにならないこと、嫌なこと、それを人が助かるための修行としてならばありがたくいただけれるわけですね。もちろんそのためには人が助かるためのお役に立ちたい、なんとか人様に助かっていただきたいという思いが私どもの中に募っていなければならないことはもちろんだと思いますけれどもね。そこに私どもの中に人が助かることを祈る、願う心がいよいよ強くなって育っていると、たとえ自分の思い通りにいかない嫌なことが起こってきても、そのことを人が助かるための修行としてありがたくいただけれるようになるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。